これでわかるバベルの塔。塔を建てた理由ですが、まず一般的に知られている旧約聖書の解釈と別の解釈があるユダヤ古代史のお話をします。その後にこの話のモデルとなった遺跡についてお話ししていきます。まず聖書でバベルの塔について記されているのは創世記11章です。全地は一つの言葉であった。その頃人々はシナルの地に平地を見つけ、そこに定住したとあります。シナルは別名バビロニア。現在イラクがあるところにかつてバビロニア王国があり、その中にバビロンという都市があります。バベルの塔が建てられたのはこのバビロンです。この地はニムロデという権力者が治めていました。人間は石の代わりにレンガを作り、漆喰の代わりにアスファルトを用いました。こうした技術の進歩が人間を傲慢にし、自分たちの力を誇示しようと、天まで届く塔を建てようとなります。神は人々がこのような思い上がったことをしたのは、同じ言語を話しているからだと思い、二度とこのようなことができぬよう彼らの言葉を混乱させ、互いに言葉が通じないようにしました。バベルという言葉はヘブライ語で混乱を意味するバラルから来ているそうです。人々は塔の建設を断念し各地へ散っていきました。一般的にこのお話は民族と言語の多様性を説明すると同時に科学技術の過信に対しての戒めや神と等しくなろうとする人間のおごりに対する神の審判と解釈されます。もう一つ説があります。それはニムロデは神への復讐として塔を建てたというお話。まず分かりやすいように先にご説明しておきますと、ニムロデはノアの箱舟に出てくるノアのひ孫です。ノアの箱舟はざっくり言うと、神が人々の堕落を嘆き、天罰として大洪水を起こしたお話。ユダヤ教の文献、歴史家ヨセフスのユダヤ古代史によると、ニムロデはもし神が再び地を浸水させることを望むなら神に復讐してやると威嚇した。水が達しないような高い塔を建てて彼らの父祖たちが滅ぼされたことに対する復讐をするのであるとあります。ちなみにニムロデとはヘブライ語で我らは反逆するという意味。レンガとアスファルトを用いたのは水に耐えられるためと言われています。さて、塔を建てたのは神に近づきたかったからか、それとも神への復讐のためだったのか。ちなみにこの話はモデルとなった建物があるとされています。紀元前6世紀のバビロン、現在イラクのバグダッドにジックラトという遺跡があります。その中でもエテメン暗記という建物はレンガとアスファルトで作ってあり、7階建て、高さは90メートルで最上階には神殿があったようです。神に近づくため生贄を用意し、儀式をして神を呼び寄せようとしたりしていたそうです。ちなみにエテメン暗記は天と地の基礎となる建物という意味。ユダヤ王国はバビロニアに滅ぼされ、大勢のヘブライ人がバビロンで奴隷として働きました。いわゆる敵国の異教徒が作った建物ですからよく思うはずがありません。そこでこの建物を見たヘブライ人が語り継いだものが聖書になったのではないかという話があります。こちらの絵をご覧ください。ブリューゲルのバベルの塔。バベルの塔はいろんな画家が描いていますが、ブリューゲルの絵が有名ですね。ブリューゲルは農民たちの生活を多く題材にしたことから農民画家ブリューゲルとも呼ばれています。人々の生活をメインに描く絵が多いです。よく見るとこの絵も塔だけではなく、そこで働き生活する人々が描かれています。塔の周りの街並みまでよく描かれていますね。こういうところもこの絵の魅力の一つ。とてもブリューゲルっぽい感じがします。お疲れ様でした。ちなみに現在地球上には6900ぐらいの言語があるそうですよ。では最後に他のバベルの塔の絵を見てお別れいたしましょう。ご視聴ありがとうございました。